突然ですが吉川さん、クマは好きですか？動物の可愛らしいっていう雰囲気があるじゃないですか、クマって、はい、それは好きなんです、はいはい、コンビニさんでねよく景品で当たるようなね、はい、クマ、僕お皿いっぱい持ってるんですよあの子ですね、はい、そうリラックマちゃん、はい、だから僕よくご飯の準備してそれを写真載っけて出すんですけど、はい、見てる方の中にリラックマだ、吉川さん可愛いって言われることもある。可愛い、そういうクマはいいんだけども、今出てきてるクマというのはただクマの中にもどうしてお腹減ってるから食事を欲しい、食材を欲しいということで何も人を狙ってやろうというんで出てきてるわけではないんだよね。そこの部分については本当に難しいと思います。結構深刻ですよね。深刻です、はい。クマの捕獲数がちょっと環境省の資料によると2008年は1492件だったのが2025年の12月の時点で9867件と約6倍以上に増加しているそうです。この1492件についてもこの数字だけでも大きいと思うんですね、はい、ただこれが倍増どころではない何倍にもなっているということで、はい、非常に深刻な問題、はい、今なかなかクマも賢いですから学習能力もありますから、はいはい、檻などになかなか入ってくれないとか、そういうことで非常に捕獲が難しくなっているという状況が現状ですね。そうなんですね、はい、なんかこれからクマは冬眠シーズンに入りますが、餌の不足や気候変動により冬眠しない個体や人里近くに出没するケースが増え、冬でも遭遇リスクがあるかもしれないということで、今回はクマ駆除に伴う警察官の出動というテーマでお話を伺っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、そもそも狩猟免許の所持者の高齢化が進み、環境省の統計によれば1975年に約51万人いたのが2020年には約21万人に減少、6割近くが60歳以上になっているそうです。そんな中、相次ぐクマによる被害が多発し、2025年11月、クマの被害が多い秋田県と岩手県では警察官がライフル銃を使ってクマの駆除に対応できるようになりましたが、吉川さんの見解として警察官の出動は有効だと思いますか？はい、警察官が出動することはこれ有効であることは間違いないと思います。はい、ただしかしながらその警察官というのが猟銃を使ってクマを捕獲するというのは非常に難しいことで、簡単にじゃあ銃を持たせたからすぐできるというものでもないんですね。警察官の拳銃、警察官一般的に拳銃を持っています、はい、これは38口径という弾なんですけども、はい、それで訓練を受けるのも警察学校などの訓練場では23メートルだからそのまた離れた的をですね、止まってる的を撃つわけです、はい、それだけなんですね。ですから決して動いてるものを撃つわけではない。ですから警察官が動いてるクマを撃つというのは非常に難しいことで、簡単な訓練ではいかないと思います。さらには今もよくニュースで流れていますけども、本物といいますか現場のプロの、猟師さんが撃った時になかなか当たっても反応しないとか、そうするとそれに対する対策ですね、外れた時もしくは当たったけども向こうに打撃を与えられなかった時、その時にどういう対応をしなきゃいけないのかと、はい、そこまでも訓練をしなきゃいけないんです。で、大体年に一遍は必ず拳銃を撃ちなさいという指導が来てるんです。なかなかでも内勤で刑事などやっているとそれも叶わずですね、警察署の道場で模擬弾といって弾頭がプラスチックになっている弾で撃って練習訓練をするということはあります。なるほど。はい、それで一つ最初にちょっと戻りますけども、はい、猟銃の話ですけども、この付近の警察署にも猟銃を持っている人は数多くいるんですね。僕がいた警察署などにおいても相当数の人数の方が年に1回銃の検査を行いますから来るんですけども、みんなただこの辺の人が狩猟に出るかといったら出ないんですね。皆さん趣味で持ってるだけという方もいらっしゃいます。ちょっと個人的に気になってるのがありまして、はい、なんかそのクマ被害が今年すごい多発してて、警察が動くってなった例って過去にあるんですかね。それとも今回が初めてとかなんですかね。僕の知る範囲では過去にはないです。そういうことは。で、そうだ、このクマを撃つということに関して言うならば、2015年9月にですね、
千葉県の松戸で犬が出てきたんですね。犬が4、5匹の犬だったかな、それが出てきて、そしてそれを退治しなければいけないということで警察官が出動したんですよ。これもはっきり言ってめったにないことなんです。そうなんです。その時に警察官が何人かで行って13発の弾を発射したんですが当たらなかったんです。それだけ動いているものに与えるで普通の自分たちが使い慣れている拳銃でも当たらないということなんですね。ですから非常に難しいことですね。ドラマとかで見るこう手だけ当てるみたいな。いやあれは本当にドラマの世界ですよ。こう構えてるこの手を狙うって、僕は絶対無理です。自信持って言います。僕は絶対無理です。たまたまもしかしたらこう他のところ狙ったらそこに当たるってことあるかもしれないですけど、ちょっとドラマの世界はやっぱりドラマですよね。はい、ドラマについてはね、これからも今後話していきますけども、クマを駆除するために使う銃はどのような種類の銃を使うんですか？いわゆる分かりやすく言ってしまうとライフル銃ですね。猟銃ですね。猟銃などによって相当大きな、弾になります。これは300メートルぐらいも届くと言われていますからね。相当な威力ですね。なるほど。クマというのは当たったか撃ったか、クマというのは体の皮が相当厚いらしいんですね。ですから38口径警察官の持っている拳銃ではそこを抜けないという話も出ています。そのことから考えても確実に仕留めるためにライフル銃である程度距離を縮めて、そして命中率を高めた上で使用する。でそこでも気をつけなければならないのはクマというのは反撃してくることもあり得るわけです。そこについても反撃してもすぐ2発目の一般的に5秒かかるっていうんですね。次の弾を発射するまでに。で5秒というと1秒間の5倍なんですよ。これ当たり前のことなんですけどでもその間にクマの距離というのは相当縮まってくるんですね。そうか、その5秒間の間にも、そういうことを踏まえてですね、単独ではなく複数でやって2番目の人が撃つとかそういうことも訓練した方がいいですよね。それも含めていろんな銃の使用ということになると思います。なるほど。個人的な疑問なんですけど、警察官はライフル銃は使用できる？一般的には使わないです。サットとかですね、そういうところでですね、長い目のものを使って狙撃をするということはありますけど、一般的な警察官の中ではそのライフルを使う人はいません。そのことから考えても銃に警察署にはライフル銃は保管していません。まず今回ですね、狩猟に招集された警察官はほとんどがと言っていいんですよね。サットとか、そういう長めの銃にライフル銃だったり、そういうの慣れてる人たちが言ってるんですね。で一般的な町にいる警察官、警察署にいる警察官、捜査一課の刑事、これについてはライフルというのは一般的に使えません。ですからその所属にライフルの保管はないですね。ただどうしても警察官という一つの小さな小型拳銃なんですけど、この拳銃の用法ですか、拳銃双方というんですけど、双方には慣れてるわけです。そのことから考えても、ライフルでも的を狙うということに関しては同じことなんですね。非常に難しいには難しいですけどね。そうですね。そのスワットの方とかはライフル銃を使用しますが、猟友会ね。猟友会はその散弾銃を使用するんですけど、何がこう違うんですか？まずですね、じゃあ散弾銃ってどんなものだか分かりますか？分かんないですよ。一つの弾の中に無数の鉛玉が入ってるんですね。で発射することによってそれが破裂するわけです。ですから、狩猟などの時動物を撃つ時にはその数多くのものが命中はさせるんですけど、それに増して広い範囲で打撃を与えるということで散弾銃を使うんですね。これ余談で本当になんですけども、よく鹿を撃ったとか、クマをイノシシを撃ったとか、それでじゃあ食べようかということで食べてる最中に、弾が出てくることがある。散弾銃のね、ちっちゃな弾が出てくるあるということは言われてます。じゃあライフル銃だと難しいですよ。難しい。ただ警察官っていうのは一般的に全体的に私も含めて拳銃の所持使用に慣れているわけです。ですから一つ的を狙うのでも普通の拳銃とライフル銃では同じ方法があるわけですね。的の見方、そういうことが慣れてるという言葉を今あえて僕使ったんですけど、ライフル銃と散弾銃のこう射程距離とかって違いはあるんですか？
大きな違いがあります。はい。はい。ライフル銃というのは細長い弾なんですね。もう一直線に飛んでいく弾なんです。その関係で300メートル以上と言われています。それに比べて散弾銃というのはさっきも話したように中に入っている鉛が飛散するわけですね。それがもう30メートル、50メートル飛散してしまう。ただし単純に距離ということであるならば100メートルぐらい飛ぶということは言われています。ただ命中率とか、相手に直接与える命中率ですか、それは、ライフルのはるかに上ですね。やっぱりこう例えばクマの時とかはやっぱちょっとやっぱ近づかないと、そう近づかなければ、散弾銃の場合には近づかなければならない。そうすると慣れていない警察官についてはその近づくということが非常に危険だということ、そのことから警察官にライフル銃を持たせているということもありますよね。なるほど、はい、距離を確保するために。はいクマを駆除するためにはどんな訓練が必要だと思いますか？まずですね、実践がやっぱり一番だと思うんですね。猟友会の方たちと一緒になって動いて、猟友会の方たちの動きを見ていて覚えていくというのがまず一番だと思います。さらには先ほど言いましたように標的、目標となる的をですね、動くものにするとかですね、ある程度距離を持つとか、そういう訓練が必要になってくると思います。ただそれについては相当な敷地であったり、設備が必要になってくるので、なかなかただいずれにしても猟友会の形を見てしっかりと覚えていく。もともとの銃というもの、一般的な銃というものの扱いについては警察官慣れてるわけですから、そういう方たちの動きを見るということが一番でしょう。なるほど。秋田県本部が組織した、クマ駆除対応プロジェクトチームは県警機動隊員や県外から特別派遣された部隊の隊員で編成され、4人1チームの計2チームが県内各地で任務に当たるとのことですが、このチームのメンバー構成はどうだと思いますか？はい、この中に4人1組ということなんですが、そこに1人は猟友会の方が入るのではないかと思います。でなければ地理的なものもそうですし、対応力、撃って、射殺する、それ以降のことで起こる問題についても対応していかなきゃならないので、警察官だけのチームというのは非常に危険だと思います。これは多分そうではないと思うんですけども、警察官以外にも猟友会の方たちを入れていくということは必要ですね。なるほど。吉川さん、今回ありがとうございました。ありがとうございます。クマに一言お願いします。はい、クマに呼びかけてですね、行きたいと思うんですが、クマさん、ちゃんとお家に帰ってゆっくり休んで家族で一緒に団らんを過ごしてください。どうもお願いいたします。